戻り跡がない。6人皆殺し。100年誰も犯人にたどり着けなかった。100年以上未解決ヒンター会フェック事件の真相。雪原にただ一方向の足跡。森から農場へ。1922年3月31日ドイツバイエルン。この夜ヒンター会フェック農場である一家6人が皆殺しにされた。容疑者は100人を超えた。だが犯人は今も特定されていない。発見時7歳の少女は自分の髪を握りしめていた。彼女が最後に見たものは何だったのか。最後まで見れば最有力容疑者の正体までたどり着く。舞台はミュンヘンから北へ70キロ人里離れた農場。地名はヒンター会フェック。最寄りの集落まで徒歩で半時間以上の孤立した土地である。殺されたのは祖父アンドレアス、祖母ツェツィーリア、カフビクトリア、孫娘ツェツィーリア、孫息子ヨーゼフ、そしてその被着任したばかりの新メイドマリア。100年経った今も未解決のままである。課長はアンドレアス・グルーバー63歳。バイエルンの貧しい農夫であり、村人との折り合いは悪かった。近隣からは気難しい男と呼ばれていたとされる。過去には自身の娘ビクトリアとの関係で有罪判決を受けたという記録も残っている。家族の中にはその血を引いた幼い息子ヨーゼフがいたと見られている。異変は事件の半年前から始まっていた。1921年9月、当時のメイドクレゼンツ・リーガーが突然農場を去る。理由を彼女はこう語っている。屋根裏から足音がする。誰もいないはずなのに何かが歩いている。私にはもう耐えられない。事件の6日前、アンドレアスは雪の上に奇妙な足跡を見つける。森から農場へただ一方向。戻ってきた跡がどこにもない。アンドレアスは屋根裏を確かめた。だが誰もいなかった。何も見つからなかった。それでも足音は止まなかったとされる。さらに数日後、農場の鍵束が消える。錠前には壊された痕跡。誰かがすでに家の中に入り込んでいた可能性がある。誰も購読していないはずのミュンヘンの新聞がなぜか農場に届いていた。出所は最後までわからなかった。飼い犬は夜になると激しく吠え続けた。隣人たちはその吠え声を不気味に聞いていたという。そして運命の3月31日、新しいメイドマリア・バウムガルトナー44歳が農場に着任する。それが彼女の最初で最後の出勤日となる。一家はマリアを迎え入れた。彼女は荷ほどきもそこそこに夕食の支度を始めたとされる。その時屋根裏では何かが息を潜めていたのかもしれない。ここまでであなたは気づきましたか？足跡、屋根裏の物音、鍵の紛失、出所不明の新聞、犬、そして新メイド。6つの異常がわずか1週間に集中している。夕暮れ、一家最後の食卓。誰もこれが自分たちの最後の晩餐になるとは知らなかった。外では納屋へ向かう足音があった。3月31日夜、何者かが納屋の扉を外から開ける。手には農具の一つ、マットック。先端がツルハシ状の重い鉄製の凶器。最初に呼ばれたのはアンドレアス。納屋に入った瞬間、頭部に一撃即死だったとされる。続いて72歳の祖母ツェツィーリア。彼女もまた納屋で同じ凶器によって命を絶たれた。カフビクトリアも何かの口実で納屋に呼ばれた。そして同じ運命をたどった。そして7歳の孫娘ツェツィーリア。彼女は家族が次々と倒れていく光景を納屋の隅で見ていたと見られている。犯人は母屋に移った新メイドのマリアは自室で就寝中に殺害されたとされる。ゆりかごには2歳のヨーゼフ。母屋で最後に殺されたのは家族の中で最も小さな存在だった。そして犯人は現場を立ち去らなかった。3日以上農場に泊まり、家畜に餌をやり、暖炉で食事を作り続けた。4月4日、郵便が届かないことを不審に思った隣人ロレンツ・シュリッテンバウアーが2人の村人と共に農場を訪れる。納屋を覗いた彼らは地獄を目にした。通報を受けた警察の捜査は現代の常識からは考えられないものだった。冒険後、被害者の頭蓋骨が切断され、ミュンヘンの霊媒師のもとに送られたのである。100人を超える容疑者が浮かんでは消えた。そして頭蓋骨は
第二次世界大戦の混乱で紛失。100年経った今も行方は分かっていない。そして最有力容疑者として繰り返し名前が挙がった男がいる。隣人ロレンツ・シュリッテンバウアー、当時47歳、遺体の第一発見者である。動機、彼はかつてビクトリアと交際関係にあった。2歳のヨーゼフの父親は自分かそれともアンドレアスか、両者の間で争いがあったとされる。異常な行動も多かった。発見時の彼は遺体を見ても動揺せず、単独で母屋に入り込み物品を動かした。事件の3年後、彼は奇妙な発言を残している。2007年、バイエルン警察大学が再調査を行う。15人の捜査官が独立に提唱し、全員が同じ容疑者にたどり着いた。だがその名は今も公表されていない。1923年、インター海フェック農場は取り壊された。今そこにあるのは被害者を悼む小さな記念碑だけである。そしてある事実が残っている。100年経った今も、あの日森から農場へ向かったあの足跡は森へと戻ってきていない。一家6人を撲殺した男は今もどこかに眠っている。あなたなら誰を疑いますか？